皆さんこんにちは。暮らしとノーションのレイです。本日もご視聴いただきありがとうございます。突然ですが、ノーションでおすすめの使い方は何ですかと聞かれた時に、いつも僕が答えているのは、日記だったりジャーナリングにおすすめですというふうに答えるようにしています。そしてなんとタイトルにもある通り、ノーションに作った日記が最近ですね、1000日を超えたんですね。今日はそんなノーションでジャーナリングを1000日間続けてたくさんのことが分かったので、こちらの4つの項目について解説していきたいと思います。1つ目は、ジャーナリングをおすすめする理由。2つ目がツールとしてノーションを選ぶメリット。3つ目がジャーナリングのおすすめの書き方。4つ目がジャーナリングを続けるコツについてですね。1000日間のね、ナレッジを動画にできたらなと思ってますので、よかったら最後まで見てみてください。はい、ということでこのチャンネルでは、ノーションと生産的な暮らしをテーマに発信をしております。もっとノーションが学べるウェブメディアだったりとか、書籍ノーションライフハックも絶賛発売中ですので、よかったらチェックしてみてください。それでは早速行ってみましょう。はい。まず一つ目ですね。ジャーナリングをおすすめする理由ということで、ジャーナリングとは、日記のようなものだと思っていただければ、大丈夫なんですけれども、日記やジャーナリングをおすすめする理由について解説していきたいと思います。で、結論としては、ジャーナリングで書いたことがほとんど叶うからになります。はい。少なくとも僕がジャーナリングを通じてノーションの中に書いてきたことというのは、ほぼ 90% 以上は叶っているものになるかなと思います。ここではちょっと簡単に3つだけ、よく言われているメリットについて解説するんですけれども、1つはですね、各瞑想と言われてまして、ストレスが緩和されます。で、もう1つが頭の中のモヤモヤですね。言語化できないようなことを日記を通じて言語化することができる。で、3つ目が、そこで出てきた悩みとか、改善したい目標とかを認識し続けることができるっていうのはすごくいい点とされています。目標とかね、結構忘れがちだと思うんですけれども、それを毎日日記だったりジャーナリングで認識することによって、その目標を叶えることができるっていうのが一番のメリットかなと思ってます。で、簡単にね、僕がこのノーションに1000日、日記を続けてみて、叶ったことっていうのをちょっと上げていこうかなと思うんですけれども、はい。で、一つ目がですね、この YouTube チャンネルが初めて1000人に行った時ですね、これ今でも日記に書いたことを覚えてるんですけれども、やっとこの1000人に到達することができた瞬間の嬉しい気持ちっていうのを日記に、書き留めていました。2つ目がですね、新卒3年間勤めた会社から初めて転職をすることができました。その当時はどうすれば次のキャリアをいいものにできるかとか、この問題をどうすれば解決するかっていうのを日記にずっと書いてたんですけれども、その中で行動を取ることができました。で、それに続くんですけれども、2社目からだいたい4年ぐらい勤めた後、その後独立をするというステップも、この日記の中に、今後どうすればいいのかっていうのをずっと書き続けた結果、独立することができているんですね。他にも早起きの習慣を身につけたいと思って、早起きをするようになったりとか、会社員の中で、副業をしたいと思って副業をするようになったりとか、あとは、パートナーと出会うことができたりとか、そして最後に、僕のとてもいいなと思っている点なんですけれども、メンタルの不調に気づくこともできます。例えば、僕が、動画でもちょっとだけシェアしたんですけれども、会社員時代に、適応障害になってしまったっていうところがあったんですけれども、そのメンタルの不調にいち早く気づけたのはこのジャーナリングのおかげだったかなと思っています。はい。ということで、僕がジャーナリングをおすすめする理由と、そして良かったことについてお話ししてきたんですけれども、続いては、そのツールとしてノーションを選ぶ理由、メリットについて解説していきたいと思います。で、ノーションで、ジャーナリングをするメリットっていうのはたくさんあるんですけれども、ここからは画面を見た方が早いかなと思うので、画面を見ながら解説していきたいと思います。はい。こちらが、僕が、日記をつけているデータベースになります。で、この中にね、正確には1037ページぐらい、入っているんですけれども、こんな感じで、その日起きた出来事を写真に、収めたりとか、その中で、考えたことだったりとか、目標にしていることなんかを日記の中に書いているというような感じになります。で、これがね、だいたい3年ぐらいですね、ノーションで書き始めてから、続いてまして、大量なページになっているというような感じですね。
Notion でね、日記を書くメリットの一つ目としては、こんな感じで、写真をね、入れることができて、振り返るときにすごくね、楽しかったりとか、自分が書いた日記とかブレストに対して、どんなことが起きていたかっていうのを簡単にね、振り返ることができるっていうところで、純粋にこうやって眺めるだけでもすごく楽しいですし、こういうことがあって人生の転機が起きたんだな、みたいなことも、簡単に振り返ることができるのは僕すごく好きなポイントです。はい。で、僕自身はこの日記で、その日どれぐらい良かったかみたいな、いい一日度合いみたいなのをつけてるんですけれども、それを星5段階とかでつけてるんですが、Notion のね、フィルター機能を使って、この星5だったり星、6とかね、素晴らしい一日みたいなことだけをフィルターをして、振り返ったりなんかすることもできてすごく楽しいかなと思います。そしてね、僕自身は、ずっとこの Notion に書き始める前から、紙の日記も書いていたんですけれども、手書きのね、日記の保存先としても Notion はとても優秀で、このような形でね、ページを一覧化して見ることもできるので、今日は Notion で書いてたけど、今日は手書きで書きたい気分っていう時にも、2つの書き方を1つの場所で管理するっていうことで、ここもね、すごく Notion のメリットなんじゃないかなと思います。ということで、詳しい日記の作り方に関しては別の動画で解説しているのと、テンプレートもね、作っていますので概要欄からぜひチェックしてほしいんですが、続いてはね、おすすめの書き方について具体的に解説していきたいと思います。はい。Notion でね、ジャーナリングをするにあたって何を書けばいいですかっていうのがすごく、質問としてもらうんですけれども、はい、ここではね、おすすめの書き方を4つ紹介したいと思います。まずはじめに、ジャーナリングのよく言われることではあるんですが、思ったことをそのまま記録するということです。はい。こちらはですね、この本、ずっとやりたかったことをやりなさいという本の中から少し影響を受けて僕が意識していることなんですけれども、モーニングページという、ジャーナリングの一種が登場します。で、その中に書いてあることで、頭の中に今、もやもやっと思っていることを、もう本当に出なくなるまで書き尽くすっていうのが、おすすめの手法の一つです。で、ここに書くことは本当に何でもよくって、その日、例えば何にも書くことがないと思ったら、天気とかでもいいんですけど、今日は、雨が降っていて少し暗い気分みたいなことから書き始めて、そこからもう本当に何でもいいから今思っていること、例えば会社がちょっと辛いとか、昨日すごくいいことがあったとか、何でもいいんですけれども、とにかく今思っていることを、タイピングでもいいですし、紙に書いてもいいんですけども、書きまくるという、ことです。この効果に関しては、ぜひこの本を読んでいただきたいんですが、これをすることによって一番初めに言ったジャーナリングの効果、メリットを感じることがまずできるんじゃないかなと思っています。で、個人的におすすめの書き方なんですけれども、例えば、Notion でその日記を書くにあたって、その中にね、ちょっとマイナスな問題があったとするじゃないですか。そうしたら、もしそういった問題が発生したら、それはどうやって解決できるんだろうかっていうのを続けて書いてみるっていうのが少しおすすめかなと思います。例えば、副業で稼げるようになりたいなっていうなんとなくのモヤモヤが出てきたと、無意識に。そうすると、どうすれば稼げるようになるのかなっていうのを一緒にその日記の中でね、簡単でいいので考えてみるっていうのがおすすめです。そうすることで、目標をね、ずーっと認識しながら、どうすればいいのかなっていうのを毎日考えることになるので、自然と目標が叶っていくっていう仕組みになってます。で、Notion でのおすすめの書き方2つ目が、前の日の感情を記録するというものです。で、これは先ほど紹介した星5みたいなところと、一緒なんですけれども、前の日のどんな一日だったかっていうのを感情ベースで記録していくと、ジャーナリングがとても楽しくなるのでおすすめです。はい。で、僕はこんな感じで Notion の日記のデータベースに一つリレーションでムードデータベースっていうのを、くっつけてまして、この日記のページに、今日は例えば星5だったみたいなところでこのページをリレーションするというような運用でやってまして、例えば星5の1日を見たかったらこれをクリックすると中に星5の日記がずらっと並ぶというような構成になっています。はい。で、3つ目もね、これとほとんど一緒なんですけれども、前の日の、睡眠を記録するっていうのも僕はすごくおすすめかなと思っていて、やり方はほとんど一緒なんですけれども、睡眠をね、記録すると、前の日、なんで寝れなかったのかなっていうのを自然と考えるようになって、いい睡眠のね、睡眠の質をね、上げる行動をすることができるんですね。例えば、寝具を変えた方が良かったなとか、ちょっと寝苦しかったからエアコンの温度下げてみようかなとか、そういった小さなことの改善で、日々をね、少しだけ充実度高く、幸福度高く過ごすことができるので、僕はこれすごくおすすめなんじゃないかなと思います。
はい。で、最後4つ目が、感謝を日記に書くということです。どこかの本で僕ちょっと忘れちゃったんですけども、感謝日記っていう日記の付け方があって、それを取り入れたものなんですけど、感謝をノーションとか、日記に書くことによって、なんかこう日々をモチベーション高く過ごすことが、なんとなくできるのかなと思っていて、これはその具体的な、効能をしっかりと調べたわけじゃないんですけれども、なんか書くと良さそうだなっていうところでずっと続けていて、現状というか、ここまで来れた自分とこの環境とか周りの人にすごく感謝するようになったかなと思っています。はい。で、最後ね、続けるコツについて、解説していきたいと思うんですが、これもね、すごく、周りの方で進めた時に出てくる言葉なんですけど、日記って続かなくないですかっていうね、言葉をもらうことがあります。で、これに対してね、僕がノーションで1000日間続けてきたので、1000日間のコツっていうものを最後ご紹介しようと思うんですけれども、まず一つ目が、書けない日があっても気にしないっていうことです。で、僕もね、この1000日間ずーっと続けて書けたわけではなくって、もちろん飛び飛びになっている日っていうのもたくさんあります。なんですけど、これをね、全然続かなかったっていう認識する必要はなくって、その日ね、また書き始めることができたら、もうその習慣は続いているものとして考えてもらった方がいいんじゃないかなと思っていて、不定期でもいいので、日記をね、書き続けるっていうことがすごく重要なのかなと思うので、そうすることでね、ジャーナリングの効果っていうのも現れてくるのかなと思うので、おすすめかなと思います。で、二つ目はですね、人に見せない前提で書くということです。僕ちょっとこの動画にしちゃってるんで、このメリットとはちょっと、矛盾してしまってるかなと思うんですけれども、基本的にジャーナリングとか日記については人に見せない前提で書くのがいいかなと思います。で、これはなぜかというと、例えば日記を習慣にしていることを SNS に発信することはいいんですけど、日記の中身をね、見せる前提で書いてしまうと、綺麗に書かないといけないっていう意識が働いちゃうかなと思うんですよね。で、そうなってしまうと、やっぱりこの習慣として続けるのもすごく難しいし、頭の中を全部書き出すっていうのが難しくなってしまうと思います。なので、ジャーナリング、日記に関しては、すべてね、人に見せない前提で書くのがいいかなと思います。はい。で、3つ目のコツが、朝に書くということです。で、これはね、朝型、夜型の人もいると思うんで、人によってはね、夜がいいかなっていう人もいると思うんですけれども、僕自身は朝に書いています。で、この理由に関しては、もう本当に簡潔に一つだけなんですけれども、逆に夜に書いてしまうと、日記の内容がどんよりしたものになってしまうっていう傾向があるからです。はい。で、もちろんね、その日一日がすごいいい一日だったら、日記も内容は良くなるかなと思うんですけれども、基本的に、日記を書くタイミングが夜だと、ちょっと疲れてたりすると思うんですよね。で、そもそも日記が書けなかったりするかもしれないので、朝書くようにすると結構続くようになるかなと思います。で、最後ね、4つ目のコツなんですけれども、書けるシチュエーションをたくさん持っておくということです。これはですね、ノーションだけでジャーナリングを続けなくてもいいよということなんですけれども、例えば今日はパソコンに向かう気分じゃないなっていう思ったりとか、そのスマホすら触りたくないなっていう一日あると思うんですよね。そういう時に紙でも書けるようにしておいたりとか、僕だったら iPad で書くようにしてるんですけれども、iPad で書ける環境を作っておくとか、それを最終的にノーションに保存すればいいんで、たくさんのね、方法を持っておくっていうことでジャーナリングが続けやすくなるんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回は Notion で1000日間ジャーナリングを続けてみたということで、その内容だったりとかコツについて解説をしてみました。はい。まとめとしては、Notion じゃなくてもいいんですけれども、このジャーナリングをするっていう行為が、僕自身のずっと僕自身を変えてくれる存在だなって、もう続ければ続けるほど感じるようになっていって、こういう風に習慣化しているものです。はい。初めはね、全然変化を感じられなかったり、日記を書くって意味あるっていう風に、思うと思うんですけども、僕もそう思ってたんですけど、実際にこういう1000日間以上ノーションで日記を続けてみて、もう本当に振り返ってみると、ほとんどのことが叶ってるなって文章を見ても思うんですよね。で、もちろん、夢を叶えるためとかだけではなくて、全然ね、メンタルの不調とか、そういったストレスの緩和とか、全然たくさんのメリットがあると思うので、いろんな人にね、おすすめできるノーションの使い方なんじゃないかなと思います。はい。ということで、ちょっとこの動画を見て、ノーションで日記始めてみたいなと思った方は、ぜひね、別の動画でも解説しているので、そちらを見ていただきたいのと、概要欄にね、日記のテンプレートを、貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。あ
あと、書籍 Notion ライフハックの中にも日記の書き方は書いてますので、よかったらよろしくお願いします。はい、ということで今回の動画は以上になります。このチャンネルでは、Notion と生産的な暮らしについて発信をしておりますので、この動画が良かったよと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、各種 SNS だったりとか Notion ライフハック、発売中ですので概要欄からぜひ合わせてチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。